はいどうも B 賞です。今日はこちらの新作ホットトイズアイアンマンマーク49レスキューですね。アベンジャーズエンドゲームの中でトニー・スタークの妻ペッパーポッツが最後の戦闘シーンで着ていたスーツになるんですけど、こちらのホットトイズが届いたのでレビューしていきたいと思います。発売自体が2週間くらい前だったと思うので、日本でこんだけ早く届いているっていうのが奇跡に近いなというふうに感じているので、僕的にはめちゃめちゃラッキーでとても興奮してます。そしておそらく日本人としてホットトイズの動画を上げている人の中ではこの動画が最速のレビューになるんじゃないかなというふうに思っているので、よかったら最後までご覧ください。でまずこのパッケージなんですけれども、今回のレスキューはもちろん青が主体となったパッケージになっていますね。そしてこのレスキューの下の線とかも青でプリントされています。いやめちゃめちゃねかっこいいですね。ここまで感触が強いパッケージは僕初めてなのでめちゃめちゃかっこいいなというふうに思いました。そして横の面はこういう風に、レスキューの文字が大きく入っているのと、あとこれはレスキューのシンボルマークになるのかな。青と銀色が基調となったデザインとなっていますね。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。はい、まず外側の箱から取り出すと、今回もダイキャスト製のフィギュアとなっているので、こういった発泡スチロールに入っているタイプのフィギュアとなりますね。で、横にはねこういう風にレスキューのロゴとかが入っていて、こちらはアイアンマンの他のフィギュアとかと同じような箱になっています。そしてこちらの蓋を開けると、まずねこういう風にアイアンレスキューが登場するというわけですね。こちらもまずねめちゃめちゃ楽しみなんですけど、この裏こっちにまず付属品が入っています。今回の付属品こうやって見るだけでも魅力的な付属品がたくさんついているので、まずはこちらの付属品から紹介していきます。今回の付属品これで全てとなります。パーツの数自体はそんなに多くないんですけれども、一つ一つを見た時にとても豪華な付属品になっていると思いますね。ドローンであったりペッパーポッツのマスクを外した時の素顔ヘッド、こういったパーツがついているので、少ない付属品ながらも楽しめるような付属品になっていると思います。まずは手のパーツから見ていきます。今回は本体に付属しているものを含めて3種類のハンドパーツが付属していて、取り替えるパーツとしてはこの2つの手ですね。どちらも手のひらを開いているようなパーツになるんですけれども、片一方はこういう風に全ての関節が稼働するといったハンドパーツになっていて、こちらはこのビームを放出しているようなパーツと組み合わせることができる、そういったハンドパーツになっています。後ほどこちらのハンドパーツはいろいろと組み合わせながら紹介していきたいと思います。そして何といってもこの色ですね。今回のアイアンレスキューは全身ブルーが特徴的なスーツとなっているんですけれども、この手の塗装とかもねとても綺麗に塗装されていますね。指の墨入れのところだったりとか、あとこの手の甲のこういう光具合、そういったところもねとてもよく塗装されていてめちゃめちゃ綺麗な見た目をしています。そして次にこちらのパーツなんですけれども、これはこのドローンを組み合わせる時に使用するパーツとなるので、本体と組み合わせる時につけるようなパーツになりますね。続いてこちらのドローンを紹介します。このドローンは劇中の最後の戦闘シーンの中で夫であるトニー・スターク、アイアンマンと共に戦闘シーンを繰り広げるんですけれども、その中でペッパーポッツが攻撃をする際に使っていたドローン型の武器になっています。映画の中だとこのドローンは宙に浮いていて独立しているような武器だったんですけれども、今回それをねこういう風なクリアパーツを使って再現していますね。でこういったところもこういう風に稼働するようになっているので、こういう風に閉じることもできます。こうやってもね結構かっこよくて、大きさもね僕の手のひらよりも大きいくらいのサイズがあるのでとても存在感のある付属品ですね。なんですけれども注意点としては、このパーツが結構薄いですし、破損してしまうと本体に取り付けられなくなってしまうので、取り扱いにはそういうところに注意する必要があるかなというふうな感じです。そしてこちらに見えているこのカメハメハみたいなやつですね、これとも組み合わせることができます。ここにねこういうふうに差し込み口のようなところがあるんですけれども、それをここに差し込むことでいろいろと組み合わせることができるので、そちらを組み合わせてね紹介していきたいと思います。組み合わせるとこんな感じですね。いやこれめちゃめちゃかっこいいし存在感やばいですね。そして先ほどちょっと紹介したこの手のパーツもここにうまくはめ込むことができるので、これをねちょっと重いのでどこまで支えられるかっていうのは後で試してみようと思うんですが、こういう風に組み合わせて攻撃シーンを再現することができますね。これ超かっこいいですよね。男の子がめちゃめちゃ好きそうな見た目をしていますね。で、全体的にこ
このビームは透明なパーツでできているので、裏が透けるっていうのと、先端とこの発射されているポイントが若干色がねグラデーションになっていて、とても綺麗な見た目をしていますね。いや本当にこの見た目最高にかっこいいなというふうに思います。ただ、こちらもちょっと注意点があって、このトゲトゲしているところがね怪我しちゃうんじゃないかなっていうぐらい尖っているので、その点は少し注意が必要かなというふうに感じました。後でこちらもね本体に組み合わせてもう一度紹介していきたいと思います。続いてフェイスシールドがオープンしていて、中のペッパーポッツの表情が伺えるヘッドパーツを紹介します。劇中だとこのアイアンレスキューが登場するシーンでヒーローポーズを取るんですけれども、そのシーンを再現できるようなパーツになっていますね。で、髪の毛の色は実際の劇中の方がもうちょっと明るいんじゃないかなという風な印象はあるんですけれども、とてもいい造形をしているんじゃないかなという風に思いますね。もちろん顔も似ていますし、こういう風に横から見た時のねこのシルエット、アイアンマンよりも少しシャープなこの造形がねとてもかっこよくて、もちろん色もねとても美しく塗装されているんですけれども、本当にね劇中を再現するにはもってこいのとてもいいヘッドパーツだなという風に思いますね。そして台座は今回はフレキシブルアームの台座が付属していて、正面はねこんな感じでとてもかっこいい台座になっていますね。この青い部分はザラザラしていて、このアベンジャーズのロゴのところはツルツルしている、そういった台座になっていて、このヘッドパーツの色、この青とゴールド、その組み合わせがこの台座にも生かされているなというような感じですね。そして正面にはこういう風にレスキューという風な文字が入っている、とてもかっこいい台座になっています。それでは続いてフィギュア本体を紹介していきます。本体出してみました。いかがでしょうか。もう第一印象はね、とても美しいなという風な印象です。やはりこのレスキューの特徴が何といってもこの青色のスーツなので、それがねしっかりとね綺麗に塗装が施されていて、とてもかっこいい見た目になっていますね。青い色だけではなくて、この金色もねところどころ、そんなに主張が激しくないんですけど、金色があることによってとてもスーツに高級感が出ていてかっこいいなと思いました。でここら辺の胸周りもねこのところどころ銀色のパーツとかがあって、それがとてもかっこいいですね。このレスキュー楽しみにしていたんですけれども、期待を超えてくるようなフィギュアになっていて感動してます。こういう風に横からちょっと見てほしいんですけれども、この曲線美ですね、やはり女性が着ているスーツなので、そういうところの曲線美とかもねよく作られているなという風に感じました。特に好きなのがこのバックパックのライン、ここのちょっと角張っているところから腰にかけてのこの曲線がね僕はたまらなく好きです。でこのヘルメットのところも、先ほどのね素顔ヘッドでもちょっと言ったんですけれども、このシャープな感じがねとてもかっこよくて、本当にとても好みなスタイルをしていますね。そして可動域なんですけれども、首の可動域はあまり動かないです。結構他のフィギュアは首が360度回るようなフィギュアが多いんですけれども、今回は本当にこのくらいの範囲しか動かない印象ですね。そういうわけもあって、多分制作の中でだと思うんですけれども、ここの首の付け根のところですね、ここが若干塗装が剥げてしまっているんですよね。こういう風に飾る場合には全然目立たないんでいいんですけれども、その範囲を広げないためにもあまり首の可動はさせない方がいいんじゃないかなという風な印象です。で、肩の可動についてはこういう風に結構大きく動くのと、あとはボールのジョイントになっているので、こういう風に肩のパーツはくるくる回るんですよね。なので腕を回す時もスーツの擦れとかそういうところを気をつければ、基本的には腕も真上くらいまで上げることもできますし、下から回すのもほとんど360度肩は動くといった可動域になっています。で腕を上げる際はこの肩のパーツがここに引っかからないようにしっかりと広げてあげてから、こういう風に上げることで180度くらいの可動域を出すことができますね。で肘のところについては曲げる角度としてはこのくらいなんですけれども、アイアンマンのマーク85同様、この二の腕の上腕筋のパーツが稼働するようになっているので、特に引っかかるとかそういった心配をする必要はなさそうです。そしてこの手のパーツですね、手首を回すにあたってこういうところがね開閉するようになっていました。
ただこのつなぎ目のところを見ると結構薄いパーツでできているので、何かに引っ掛けて変に力がかかってしまうと破損の原因になるので注意が必要です。胴体の可動域については、通常だとみぞおちのところがこのくらいしか動かないんですけれども、今回のこのフィギュアもこのお腹の部分が伸びるように作られていて、2段階に伸ばすことによって結構広く可動させることができますね。ただちょっとね、このみぞおちとかも隙間ができてしまうのであまり見た目が良くなくなってしまうんですけれども、可動域自体は結構広く取ることができますね。なので、こういう風に反らせるというよりは、お腹を縮めるようなこういうポージングをさせたいのであれば、ここはしっかりと可動させてから可動させるようにしましょう。そして続いて股関節なんですけれども、一見結構可動域狭そうに見えるんですが、この骨盤の部分ですね、ここのパーツが左右どちらもこういう風に開くようになっているので、足を上げる際はここをまず開くこと、そしてこの股関節の中のジョイントをこういう風に下に下げてあげることによって、このくらいかな、180度は開かないものの、90度120度くらいは開くことができる、そういった可動域になっていますね。でここをしっかり開けないとこういう足の付け根のところが破損する原因になるので、そこは注意が必要です。そして、回転についてはこのくらいですね。あまり広くはないかなという印象はあるんですけれども、ポージングをさせるくらいならあまり問題ないのかなという風な可動域になっていました。で、膝の可動域は結構広いですね。このレスキューはこのくらいの可動域がありますし、関節もカチカチとなるような関節になっているので、ポージングをする際の固定感っていうのは問題ないんじゃないかなという風な印象ですね。続いて足首なんですけれども、足首はね、相変わらずマーク85同様そんなに広くないのかなという風な感じなんですが、実はこのレスキューはね、こういう風に伸ばすことができます。なので伸ばすことによって若干可動域を広げることはできるかなという風な感じです。で、このかかとも一応可動するので、ここも取り扱う際は注意が必要なんですけれども、工夫すれば普通のポージングくらいは問題なくできそうですね。ただ結構関節が動きが硬いので、無理やり動かして壊すとかそういったところには注意する必要がありそうです。そして、この胸のパーツですね、このレスキューも外れるような形になっています。外すとこんな感じで中の作りがしっかりと表現されていて、これもとてもかっこいいですね。青と銀色の組み合わせっていうのもとてもかっこいいです。そして、僕が一番好きなポイントがこのバックパックの部分ですね。このバックパックかなり開閉します。全部開けてみると、ここまで開く形になりますね。どうですかね、これさっきのやつは打って変わってとても派手な見た目になったと思います。で、開ける際の注意点としては、ここのパーツが中のジョイントがこういう風に伸びるようなものになっているので、しっかり伸ばしてあげてから上に上げる。そうしないとこのジョイントが折れてしまうので注意が必要なんですけれども、ここまで開閉させることができます。で、この真ん中の部分、これが、今回取れるパーツになっていて、先ほど付属品を紹介した中でちょっと触れたこのパーツですね。これをつけることによってここにドローンを装着できる、そういったパーツになっています。早速ちょっとドローンつけてみようかなと思います。つけるとこんな感じですね。もちろん裏の開閉部分を開けたままつけることができるので、どういう角度で見てもとても映えるフィギュアに変身しましたね。これを見るとエンドゲームの中の夫婦での戦闘シーンを思い出しますね。あのシーンを再現するために買ったようなものなので、それがしっかりと再現できる作りになっているのはとても嬉しいです。また、ちょっとカメハメハ打つシーン再現してみました。どうですか？多分こんな感じだったと思うんですけれども、意外とね、先っぽが重い割にはちゃんと固定してくれるかなという風な感じです。腕の角度とかもあるんですけれども、この形でも結構長時間飾っていられるんじゃないかなという風な感じですね。ただつける時にこの手の甲のパーツとか、あとこの差し込み口ですね、そこら辺の扱いにはちょっと注意が必要なんですけれども、一応こんな感じでカメハメハ打つシーンも再現できる、そういったフィギュアになってますね。
やこれで飾ったらとてもかっこいいんじゃないかなというふうに思いますね。このレスキューもちろん発光ギミックもついているので、ちょっとこのまま発光させてみたいと思います。電池入れて光らせてみると、こんな感じです。電池交換ね、これ超大変ですね。アイアンマンの交換の時も大変だったんですけれども、このレスキューはこの腕の部分の電池がこの細い前腕のところに入るんですよね。このバックパックのところも開閉する時にパーツを破損しないように気をつけなきゃいけないので、結構大変でした。でもね、その代わり入れ替えたらさらにかっこよくなったかなという風な印象ですね。まずヘッドの部分なんですけれども、この目の部分以外にもこの耳っていうのかな、そういうところもね光るようになっているっていう発見がありましたね。あとはね、これ今回のレスキューで改善されたのかちょっとわからないんですが、アイアンマンよりも目の光り方がね、ちゃんと目が光ってるなという風な印象です。アイアンマンのフィギュアだとライトが中心に寄っていて、目の両側のところがね暗くなっちゃうんですよね。なんですけど、このレスキューは全体的に光っているように見えるので、電池が新しいからっていうのもあるかもしれないんですけれども、そういった点がちょっと改良されているのかなという風な感じもしました。そして胸のところはこのアークリアクターの部分と、あと鎖骨あたりのライトが光っていてとてもかっこいいですね。あとはこの骨盤の上のところも光っていて、いや本当に光らせたらねやっぱりかっこよくなりますね。ここら辺のこの L 字のライトとかも超かっこいいなと思います。そして、下半身はまずここですね。この股関節なんですけれども、ここはねこういう風に足を回転させるとライトがずれるので、角度によっては目立たないのかなという風なライトになっています。なんですけれど、他にもこういった太もものところだったり、あとこのすねの内側、ここもね光ってるんで、全体だと123456789、半面だけでも9箇所かな光るという風な感じになっています。そして、手のところは、こういう感じでちょっと分かりにくいんですけれども、このカメハメハ越しでもね光るのが若干確認できるので、暗闇で見るともしかしたらこの先端の方まで光が少しだけ通っているという風な見え方ができるかもしれないですね。やっぱり光らせると超かっこいいんですけれども、最初に言った通りこれね交換するのは一苦労なんで、できればもうやりたくないというか、写真撮るときはなるべくつけたいんですけれども、アイアンマンよりも作業するのにちょっと勇気が必要かなって思いました。大変なんですけれども、かっこよさだけで言えばとてもかっこいい最高のフィギュアですね。はい、今回はアイアンマンマーク49レスキューの新作ホットトイズを紹介しました。いつもだったらこの後ポージングビデオとかを挟むんですけれども、今回多分動画長くなっちゃってるんで、またそれはね別途アイアンマンとのコラボレーションとかも含めて、他の動画でまた出していきたいと思います。なんで今回はこのレビュー動画だけですね。で、本当にねこのフィギュアかっこいいですね。僕がこのフィギュアを予約したのがちょうど半年くらい前だったかなと思うんですけれども、その時もね何を予約しようかなというふうに思っていた時に、このレスキューがね一番かっこよく見えたんですよね。なんでこのレスキューを、多分僕がホットトイズを長期予約したのはこのレスキューが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、本当に買ってよかったなと思えるフィギュアでした。この青いボディももちろんそうなんですけれども、ところどころ光っているゴールドとかもね、いやー本当にバランスよくてとてもかっこいいです。他の人の写真とかで見ていた時に体型がまっすぐすぎるかなという風な印象があったんですが、実際見てみるとねそんなに気にならないですし、女性らしい曲線美というかそういったところもねよく作られていて、本当におすすめできるフィギュアだなと思いました。このレスキューね買ってる人どんだけいるかちょっとわからないんですけれども、この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。このチャンネルでは今日のようなホットトイズのレビュー動画だったり、最近だとカスタム動画なんかも投稿しているので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。このレスキューについては今後もポージング動画とかを出していく予定なので、そちらも楽しみにしていてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。